皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC での検証第1弾として、現在使っている CPU の個体調査と OC 設定の見直しを、室温環境と冷凍庫で作った低温環境で行ったので紹介します。これまでの冷凍庫 PC の動作確認では、マイナス18度 C の低温環境で CPU の動作周波数 4.7GHz、コア電圧 1.450V で、シネベンチ R20 のベンチマークを実施しても完走できませんでした。4.6GHz 動作ではコア電圧が 1.375V だったので、CPU 温度は80度 C 以下と比較的に余裕がありましたが、どうしても 4.7GHz の壁を乗り越えてくれない。なんでだろうと考えた時に CPU の個体差や OC の設定方法について注目したのがこの検証のきっかけです。現在実験用として使っている CPU はインテルの Core i7-6700K です。数世代前の CPU ですが、とてもメジャーだった。いや今もメジャーで使う人が多い。まあ私としてはどちらでもいいんですけど、ネットで 6700K 関連の情報を調べると多くの記事を見ることができます。その中から今回の検証でとても参考になった記事が2つの記事なのに 6700K4 個分で CPU の個体差、限界を計測されたものがありました。動作周波数 4.0GHz から 4.9GHz の間を 0.1GHz 刻みで、シネベンチ R15 を完走できる最小のコア電圧を計測するという。今回個体差について調べる私にとっては、とても都合のいい比較対象です。厳密には計測方法が記事ごとに違って、計測される動作周波数が片方が 4.4GHz から 4.9GHz だったり、そもそもマザーボードや CPU クーラーといった PC パーツの構成が異なったりと、一概に比較できません。ですがこの検証にとっては十分参考になるだろうと思い、今回の検証では記事と同じ計測を行って比較してみました。また片方の記事では CPU 個体の良し悪しを簡易的に判別する方法として、VID とも呼ばれる CPU コア電圧を UEFI 上で確認する方法も紹介されていたので試しています。で、この個体調査は記事と同じ室温環境と低温だとどうなるのかなとなんとなく思ったので、冷凍庫を使った低温環境下でもやってみました。個体調査の他に OC 設定の見直しも行っています。CPU 個体が悪いとしても OC 設定を適切に決められることができれば 4.7GHz の壁を乗り越えられるかもしれない。そんな思いでやってみました。具体的には従来の簡易的に行っていた OC 設定をより多くの設定項目を変更して動作確認を行った感じです。やったことの概要は以上。詳細は後で話すとして先に結果概要を紹介しちゃいましょう。まずは CPU 個体について。参考記事4つの 6700K よりも私が使っているものは悪い個体でした。室温環境下での結果を見ていきます。緑色が冷凍庫 PC、オレンジ色2本が記事の参考データの最大最小を示しています。UEFI 上のコア電圧は記事と同じでしたが、シネベンチ R15 を完走できる最小コア電圧は参考記事より高くなりました。また冷凍庫 PC 用の 6700K は 4.4GHz 動作のデータまでで、4.5GHz 動作は CPU 温度が高く計測を中止しています。まあ CPU クーラーが冷凍庫 PC と参考記事で違ったり、記事によっては空割りしていたりと、一括りに比べるのも変ですが、いずれにしてもコア電圧が高いと連動して CPU 温度も高くなってしまうので、OC できる動作周波数の幅が狭まってしまう。これが OC 耐性が低いってことなんですか？ダート8の時点で予想していましたが、悲しいことに的中しちゃいました。ですが冷凍庫を使って温度設定レベル1、庫内の空気温度が約マイナス9度 C の低温環境下で個体調査を行うと、必要コア電圧が2から 4% 程度減少しました。見かけ上は低温化によって OC 耐性が改善したってことでしょうか。OC 設定の見直しでは、冷凍庫の温度設定レベル8、庫内空気温度約マイナス18度 C の低温環境下で、10個の設定項目を変更したところ、CPU 動作周波数 4.7GHz でシネベンチ R20 を完走できました。完走ならできました。ですが、スコアは伸びませんでした。この原因がまだ分かっていません。変更した項目が多いのでどれがトリガーになって 4.7GHz 動作を達成できたのか、はたまたスコアが伸ばせなかったのか、因子分けをして見ていかなければなりません。ですが因子分けすると計測回数、元いベンチマーク回数が増えるので現状の冷凍庫 PC では手間だなぁ。
ということで OC 設定の見直しは別の機会に先送り、再度実施としました。カラワリやグリス、水冷パーツの検証が終わったらもう一度やってみようと思います。今回の紹介はこんな内容です。おまけして個体調査で測定したベンチマーク中の温度と消費電力を室温環境と低温環境で比較していたり、その流れで液体窒素冷却について思いが巡ったりしていますが、そのあたりは今からお話ししていこうと思います。ではまずは CPU 個体の調査についてからです。まず拝見した記事を参考に、動作周波数など PC 動作を初期設定にして、UEFI 上から CPU のコア電圧を確認します。あくまで簡易的ということみたいですが、PC 動作の設定を整えたらあとは数値を見るだけという簡単な判別方法です。それで冷凍庫 PC 用の使っている CPU のコア電圧は 1.248V。記事で出てくる数値も 1.248V。同じじゃん。記事によると 6700K では 1.280V 以下が多いみたいです。冷凍庫 PC 用もそこからは外れていませんね。まだ個体は悪くない。希望はまだ消えていない。とはいえ簡易的な方法なので、次にベンチマークを通して OC 体制を見ながら個体を確認していきます。確認方法は先ほど話しましたが、CPU の動作周波数 4.0GHz から 4.9GHz の範囲を 0.1GHz 刻みで、シネベンチ R15 を乾燥するのに必要な最小コア電圧を探っていきます。これまでの動作確認ではシネベンチの R20 を使いましたが、記事は R15 だったので合わせました。ちなみに参考にした一つの記事では動作周波数の範囲が 4.4GHz から 4.9GHz なので、記事2つ自体が少しずつ違います。というか PC パーツの構成も記事同士違うし、当然冷凍庫 PC とも異なっています。本当に三者三様な状態なのでこれらで比較するのもナンセンスな感じもしますが、スルーしました。では冷凍庫 PC でも実際にやってみましょう。まずは室温環境下で 4.0GHz で乾燥に必要なコア電圧を探っていきます。コア電圧を適当に 1.300V で、今思うと結構高いコア電圧でしたので、まあ普通に乾燥できます。乾燥できたのでコア電圧をちょっと下げて再度ベンチマークしていきます。これを繰り返してベンチマークを乾燥したコア電圧とエラーとかで乾燥できなかった電圧の境を見つけていきます。0.050V と下げて 1.250V と乾燥できたら 1.200、1.150、1.100と下げていき 1.050V で試してみます。電圧を変更した直後にブルースクリーンになりました。どうやら 1.050 と 1.100 の間に境目があるようです。もうちょっと詳細に見ていきます。1.100V から 0.010 下げて 1.090V に変更してみたら操作できなくなりブルースクリーンになりました。こんな感じで冷凍庫 PC の CPU6700K が 4.0GHz 動作でシネベンチ R15 を乾燥するのに必要なコア電圧は最後に乾燥できた 1.100V としました。これで1データ取得です。結構手間ですね。まあ個体調査の同時にベンチマーク時の CPU 温度や消費電力を測定したので勝手に手間を増やしたわけですけども、動画の最後の方でこれらのデータについても触れようと思うので、今は個体調査を続けます。その後は 4.1GHz、4.2GHz と続けていき、4.5GHz で CPU 温度が 90°C ほどになる電圧設定でも乾燥しなかったので、室温環境では測定はここまでです。結果をグラフにしてみるとこんな感じ。4.1GHz の必要コア電圧が妙に高いですが、測定回数が1回だけだったのでおそらくブレというか測定誤差ですかね。全体的に動作周波数が大きくなると必要コア電圧も大きくなるという相関関係が確認できます。まあ当然の傾向でしょう。CPU に頑張って動いてもらうんだから電気エネルギーを多く供給したということです。では参考記事のデータと比較してみましょう。おやグラフの範囲が一気に広がりましたね。オレンジ色のデータが記事に書かれていた数値を示したものです。濃いオレンジ色のデータが参考記事の4つ、6700K で計測されたデータの最大値、薄い方が最小値です。参考記事を平均などでまとめるのは違和感があったので、最大値と最小値で示しました。このオレンジ色の範囲の内側だったら記事の CPU と傾向が似ていて、外側だと違う特徴があることになります。
そして冷凍庫 PC 用のデータは範囲外、電圧が高い傾向があるみたいですね。同じ動作周波数でも必要コア電圧が高いということは、燃費が悪いというか、OC させにくい個体というか、OC 耐性が低いってことなんでしょうかね。必要になるコア電圧が高くなると必然的に CPU 温度も上がってしまうので、OC できる範囲が温度的に制限されてしまいます。予想はしていましたが外れ、残念な気持ち。てかこれって大外れまではいかないですよね。まあ状態を理解できただけ良しとしましょう。記事と同じ室温環境での比較はこれで以上ですが、なんとなく低温環境ではどうなんだろうとか、個体調査で CPU 温度なども細かく見たわけだし、低温環境で何か変わっていたら面白そうとか、そんなことを思い、冷凍庫を起動し温度設定レベル1、庫内の空気温度を約マイナス9度 C で個体調査を同様にやってみました。まずは UEFI 上でのコア電圧を確認します。1.248、1.264、どうも数値が触れています。1.248V と 1.264V の間ってことですかね。温度設定レベル8、空気温度マイナス18度 C でも同様に確認すると、こちらは 1.264V で動きません。上昇幅はわずかなので断言しにくいのですが、低温にするとコア電圧が上がっている傾向がありそうです。もしこの傾向が正しかったとして要因を予想すると、ほとんどの PC パーツに使われるであろうコンデンサがちらつきます。この話題はパート1から何度か出ていますが改めて説明すると、コンデンサ内の電解液という液が低温化によって特性が変化し、コンデンサとしての動作性能が落ちてしまうみたいです。コンデンサというと105度 C なんとかって高温耐性を謳っていたりしますが、一部の製品では低温動作性を売りにするものもあるようです。で、低温環境下で冷凍庫 PC に使用している CPU、またそれ以外の PC パーツに使われるコンデンサの動作が劣化した場合、実質的に電気抵抗が増えたみたいな挙動になるんじゃないかなと想像しています。見かけ上電気抵抗が増えたので、電気を強く押し流す必要が出て電圧が上がった、みたいな。まあ私は電気方面の知識に疎いんで想像なんですけども、何で見たか記憶にありませんが液体窒素とか極低温冷却時の PC 起動用として、起動時だけ 2V くらいだったか、比較的に高電圧を付加する設定があったような、似た雰囲気を感じます。予想の話はこれぐらいにして、数値的にはコア電圧が上がったので OC 耐性が落ちたのかなと思いましたが、シネベンチ R15 を乾燥するのに必要なコア電圧はどうなったか、こちらも確認しましょう。ちなみにこの測定は温度設定レベル8の方では実施していません。レベル8の状態だとベンチマーク中に庫内空気温度が上がった後、元の温度に戻るまでの時間が比較的に長かったんです。ただでさえ計測回数が多いので、低温環境のデータは比較的に温度を管理しやすいレベル1の方だけにしました。では結果を見ていきましょう。先ほどの角動作周波数でシネベンチ R15 の乾燥に必要なコア電圧のグラフ、あれに低温環境のデータを水色の線で重ねます。低温環境では室温環境よりも低いコア電圧でシネベンチ R15 を乾燥できました。記事のデータにも近づいてくれています。個体が改善したというか、OC 耐性が上がった。まあ見かけ上のことですけど。この必要コア電圧の低下はおそらく CPU に使われる銅とか金とかの導電材の電気抵抗が減少したためと見られます。この予想については先ほど話した CPU 温度と消費電力のデータについて紹介する際に一緒に話します。UEFI 上のコア電圧では上昇傾向でしたが、シネベンチ R15 の乾燥に必要なコア電圧は減少しました。これっていい傾向？それとも悪い傾向？どっちなんだ？私としては OC に関わるベンチマーク時のコア電圧が低くなったのは嬉しいのですが、コンデンサや導電材、様々な要素に良くも悪くも影響を及ぼして、結果的には嬉しい個体の改善となっているという点は、なんかドーピングみたい。まあ冷凍庫で PC を冷やすってどことなく付け焼き場な印象がありますし、納得しちゃいます。で触れていませんでしたが、しれっと 4.7GHz 動作を達成しちゃいました。OC 設定を見直す前に 4.7GHz 動作を目撃しちゃったわけですが、このベンチマークは同じシネベンチでも R15 を使ったものです。これまでの動作確認では R20 を使っていました。それぞれ特徴もあるみたいですし、なんだかんだで別ソフトです。でも 4.7GHz 動作でベンチマークできたのはとても嬉しいです。R20 でもできるかもと、可能性を感じさせてくれます。あとコア電圧の変化の仕方について見てみましょう。
低温環境では室温環境でできなかった 4.5GHz 以上の動作をしましたが、4.6GHz と 4.7GHz の間で必要コア電圧が他よりも大きく上昇しました。記事のデータでも 4.8GHz と 4.9GHz の間で必要コア電圧が大きくなっているようですが、これが CPU 個体ごとの限界というか、電圧の壁みたいなものなんでしょうか。個体によって壁が出現する動作周波数も異なるようです。CPU ってこんなに個性があるんですね。データを見る分には面白いのですが、今使っている CPU は OC に適さない可能性が高いので、冷凍庫 PC 的には残念な話です。いくら冷やせてもスコアという分かりやすい指標に反映されない、となってしまいます。ちょっと悩ましいですが、私の気持ち的に冷却システムの製作を優先したいので、CPU はこのままで、今後は CPU 温度をどこまで低温にできるかを主体に検討していこうと思います。OC 耐性が高い CPU を見つける資金力もありませんし、個体調査については以上で、次に OC 設定の見直しについて話していきます。これまでの動作確認で行った OC の設定は簡単なもので、基本的に3つの項目を変更していました。CPU レシオと CPU コア電圧、CPU ロードラインキャリブレーションです。この他に動作設定によっては4つのリミット設定を変えていましたが、こんな感じでやってきました。今回はさらに変更する項目を増やしました。スプレッドスペクトラムは電磁障害を回避する機能の設定です。OC 時みたいな高周波動作を行うときはオフにするようです。ですがデフォルト状態の UEFI を見てみると、最初からディサエーブルド、無効になっていました。これについては変更した項目じゃなくて、無効になっているのを確認した項目ですね。スピードステックは所有電力や発熱に関わる設定みたいです。電力について制限を設けられます。これもオフにしました。オフにするとリミットの項目が2つ消えました。パワーなんとかって書かれていましたけど、機能的に被っているようです。スピードステックが大元で、消えた2つの設定が詳細項目って感じでしょう。ブートパフォーマンスモードは PC 起動時の OS に制御が引き渡されるまでの間の CPU の動作モードを設定する項目です。前回の動画では話していなかった項目なのですが、この項目を変更していた記事があったので私も変えました。パフォーマンスモードというのもいかにも重要そうですし、内容を見るとターボパフォーマンスなんてあります。ひとまずそのターボパフォーマンスを適用しました。C ステートは、これも所有電力系の設定で、CPU の動作状況に応じて電力消費を抑制するみたいです。これもオフです。あとはメモリの動作に関わる項目ですが、XMP というのを適用しました。これはメモリに記録されたプリセットの OC、というか動作設定の一つみたいなんですが、CPU とメモリの動作は連動する部分があるようなので、CPU の OC みたいにメモリの動作も上げた感じです。これを適用すると VCCIO、VCCSA などの電圧設定も変わります。これらの電圧設定は CPU コア電圧と同様に個別に設定できるのですが、私にはこのあたりの参考情報が見つからず、入力する数値の基準がわからないので直接変更しませんでした。それで XMP を適用して適当に変えてもらった感じです。なお前回は変更すると話したベースクロック周波数は変更しませんでした。設定項目は以上です。ではシネベンチ R20 で動作を見ていきましょう。温度環境は冷凍庫の温度設定レベル8、マイナス18度 C です。これまでの動作確認で動作周波数 4.6GHz、コア電圧 1.375V で CPU 温度80度 C 以下と、まだ伸びしろがありそうな低温環境です。ここであと一押ししてみましょう。では設定を変えてベンチマークの前にアイドル状態の動作を見てみると、この時点で消費電力が高くなっています。所有電力系の設定をオフにした弊害ってことですかね。ベンチマークはシネベンチ R20、CPU の動作はひとまず 4.0GHz、1.250V から見ていきます。結果はこんな感じ。スコアは 2% くらい減少して、CPU 温度と消費電力は微増しました。悪くなってない？ CPU の消耗とか安定性を犠牲にした感があったのに、なんか空回りというか、無理させたら空回りして逆に動きが鈍くなったとか、なんだか人間っぽい。これまでの最高設定だった 4.6GHz、1.375V でも見てみましょう。結果はこんな感じ。CPU 温度と消費電力は大差ありませんが、
スコアは 2% ほど減っています。スコアが減っているのは気になりますが、CPU 温度と消費電力はこれまでに近い、温度や発熱的にはいけそうですかね。では動作周波数を 4.7GHz に、コア電圧は 0.050V 上げて 1.425V でベンチマーク開始です。これまでの動作確認ではベンチマーク中にエラーやフリーズになりましたが、今回はどうでしょうか。おやおや。完走してくれました。やったー。ではスコアはどうなったかというと、先ほどよりは伸びましたが、これまでの 4.6GHz 時のスコアより 1% 低い。意味ないじゃん。CPU 温度は 91°C でサーマルスロットリングの手前って感じで、消費電力は 108W と TDP95W より 14% ほど多いです。危険を冒して得たスコアが伸びていないのは、ただただ悲しい。というかスコアが伸びていないってことは、動作性は向上していないということで、本当に 4.7GHz 動作はできていたんでしょうか？リミット機能の動作状況や動作周波数はモニタリングソフトで見ていましたが、特に変化はありません。原因が予想できないので、どの設定項目が 4.7GHz 動作を完走できる要因になったのか、スコアが伸びなかった要因になったのかは、設定項目ごとに動作確認して原因の切り分けをする必要がありそうです。ありそうなんですが、今回の動作確認はここまでにしました。発熱が大きくなった分、庫内の空気温度管理に時間がかかるようになってしまったので、今後の空割りやグリス等の比較を実施して、CPU 冷却が改善、適正化してから再度確認しようと思います。多分冷却が適正化できれば消費電力、発熱が抑えられて、庫内空気温度の管理も容易になるだろうと考えています。この予想は個体調査のところで話した低温時の CPU 温度、消費電力に関連します。この後すぐに話します。ひとまず今回の OC 設定の見直しは、見直せていませんが以上です。話の入り口を見ただけって感じになっちゃいました。今後の空割り、グリス、水冷加圧の比較といった検証は 4.6GHz までの動作で見ていこうと思います。では先ほどまでちょこちょこと話に出てきた低温環境におけるコア電圧、CPU 温度、消費電力についてです。個体調査の計測では室温と低温の環境下で周波数ごとに複数パターンのコア電圧でベンチマークを行ったので、2つの温度環境下で同じ動作周波数、コア電圧の設定のものがありました。これまでの動作確認でも似たように設定してきましたが、今回は計測回数が多く比較できるデータも集まったので、しっかりと見てみようと思います。まずは一致した動作周波数とコア電圧の動作条件におけるベンチマーク中の最高 CPU 温度を見てみます。緑が室温環境、水色が温度設定レベル1、庫内空気温度約 -9°C の低温環境です。全体的に水色の低温環境の CPU 温度が低いですね。室温環境より 26°C から 31°C 下回っています。ちなみに室温と低温の環境温度の差は 40°C 近いんですが、CPU 温度の低下は 30°C くらいなので不自然なところです。これを今後の空割りなどの検証で取り扱っていく予定ですので、今はスルーします。話を戻しましてこのグラフに消費電力のデータも重ねます。消費電力もベンチマーク中の最大値です。CPU 温度と同様に消費電力も低温環境の方が低いですね。8W から 11W 低い、室温環境の数値から見た変化率で言うと 11% から 13% 程度低いです。物理現象で考えると CPU に通電、回路内の電気抵抗がジュール発熱、発熱によって温度上昇となるので、温度と消費電力は連動します。そういえば電気抵抗って温度によって変動したような。実際に物質によって電気抵抗率には温度特性があります。導電材の銅や金だと冷えたら抵抗が減って、熱いと増えます。このあたりの変化は物性値として数値がわかるものなので、ちょっと計算してみました。導電材として挙げた銅、金、使ってなさそうだけどアルミや銀があったとして、これらの電気抵抗の温度変化を示す温度係数はだいたい 0.004 くらいです。この温度係数という物性値は、物質の温度とともに変化する電気抵抗の割合みたいなもので、書き換えていいかはわかりませんが 1°C あたり 0.4%、電気抵抗が変化するとなります。そして CPU 温度が 26°C から 31°C 低下したということは、電気抵抗はだいたい 10% から 12% 低下することになるので、同じ電圧だと消費電力、ジュール発熱がそのまま 10% から 12% 低下します。
データと大体同じになりましたね。まあ偶然な気がしますけどね。CPU がこんな単純に把握できないことは今回深く理解できましたし、この考えが正しいなら今後の検証で CPU 冷却を適正化すれば、より熱を移動しやすくなって CPU 温度を抑えられて、CPU 温度が低くなれば消費電力も抑えられて、CPU 温度がさらに下がりやすくなるという、素晴らしい方向に行けそうです。そんなわけで OC 設定の見直しで先送りにした原因の切り分けは、ウリスとかの検証の後にしました。やっぱり面倒なんですもん。氷蓄熱がないとベンチマークするたびにいちいち庫内温度が上がっちゃって。でも氷蓄熱を入れるスペースはありませんし、CPU の発熱が抑えられる、かもしれない状況になるのを待とうと思います。低温化における CPU 温度と消費電力の話は以上です。で、話が少し変わるのですが、こんなことを考えていると液体窒素冷却が本当に強力な冷却なんだなぁと思いました。液体窒素さえ安定的に供給できれば、冷却媒体である液体窒素は大気圧下でごく低温を勝手に維持してくれるし、CPU 内の回路がごく低温になれば、電気抵抗が大きく減少してくれるので発熱も小さくなるでしょう。導電材の種類によっては超電導になって抵抗ゼロみたいな感じに。まあ超電導は全くわからないので妄想ですけども。いずれにしても強い冷却です。ごく低温はいいな。以上、個体調査と OC 設定の見直しをするつもりが CPU の個体についてや動作の他に、いろいろ考えが巡った今回の検証でした。今使っている CPU の OC 耐性が低そうなことは薄々感じていたので、心の準備ができていた分そこまで衝撃はありませんが、OC の設定次第では 4.7GHz 動作ができそうなことや、低温化、CPU 冷却の適正化について色々と知れたことは、私にとって、今後の冷凍庫 PC の動作確認にとって有益な検証になったと思います。ただただ冷やせるものだけを作ればいいというわけにいかないのが、冷凍庫 PC なんですね。改めて再認識、いや何度も認識しているような気がしますが、またそう思いました。しばらくしたらまた OC 設定の見直しの続きをやるつもりですが、おそらくそれ以降も時々 PC の動作について取り扱う機会が出てきそうです。というかグラボやメモリの OC も手を出したいですし、これが課題山積というものですか。ですがこれはあくまで個人の興味で行っている制作です。時間はあるから一つずつ課題を対処していこうと思います。今回の動画はこれで以上です。次回の冷凍庫 PC の動画は 6700K における空割りの効果を室温環境と低温環境で見る予定です。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。